こんにちは、働くマンです。このチャンネルではビジネスに役立つ知識を短時間の動画にまとめて配信しております。今回は最近 Amazon が関連企業と提携したことで日本でも注目度が高まっている Buy Now Pay Later 略して BNPL という新たな決済手段について解説していきたいと思います。日本ではまだ馴染みない方も多い一方で、近年欧米先進国の若年層を中心に広がっている BNPL ですが、この動画ではこの決済手段は一体どういったものなのか、なぜ利用が広がっているのか、そして今後市場はどうなっていくのかという点について分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは行きましょう。Buy Now Pay Later は直訳すると今買って後で支払うとなりますが、その文字通り後から代金を支払う形式の決済手段です。主にオンラインで商品を購入する際に利用されます。例えばオンラインで商品を購入する際に BNPL 形式での支払いを選択した場合、BNPL 事業者によって小売店への立て替え払いが行われ、ユーザーは通常それから60日間の間に3回もしくは4回の均等な分割払いで BNPL 事業者へ代金の支払いを行っていきます。後から分割で支払うだけであればクレジットカード決済と変わらないのではと思われるかもしれませんが、大きく2点で違いがあります。まず1点目はユーザーや小売店が支払う手数料です。クレジットカード決済では分割払いを選択するとユーザーが手数料を払わなくてはいけませんが、 BNPL 決済では原則として分割払いでも手数料はかかりません。その代わりに BNPL 事業者は小売店側からクレジットカードと比べて少し多めの 4-5% の手数料を徴収しています。手数料負担が多くなる小売店側には不満みがないようにも思えますが、そういうわけでもありません。これまでクレジットカードを使えなかった、あるいはまだ使ったことがないような消費者にも商品を購入してもらうことができたり、手数料なしでの分割払いというオプションを提示できることで購入ハードルを下げることができたりと、顧客拡大を見込めるというメリットがあります。クレジットカードとの2つ目の違いは予診審査の有無です。BNPL 決済では予診審査が不要、あるいはあってもごく簡単なものになっています。ネット上の手続きで利用が可能となりますが、利用条件が比較的低く設定されているようです。代表的な BNPL 事業者はスウェーデンのクラーナやアメリカのペイパル、Amazon と提携をしたアファーム、スクエアによる買収が発表されたオーストラリアのアフターペイなどがあります。BNPL 市場はオンラインショッピングの利用拡大やクレジットカードが持てない若年層の増加、リボ払い、分割払いの手数料を避けるニーズの増加に伴って市場規模が拡大しており、今後もその傾向は続くと考えられています。こちらが全世界、北米、欧州の EC 市場における各決済手段の頻度を表したグラフですが、EC 市場における BNPL の利用率は2020年から2024年にかけて世界的には 2.1% から 4.2% とおよそ2倍に拡大。BNPL の利用率が比較的高い北アメリカでは 1.6% から 4.5% とおよそ3倍に、ヨーロッパでも 7.4% から 13.6% とおよそ2倍に拡大すると予想されています。中でも北米と欧州では2024年には BNPL の利用率は銀行送金の利用率を上回り、欧州においてはクレジットカードやデビットカードの利用率とあまり変わらない水準まで達すると予想されています。これらの決済手段の利用率を抜くのもそう未来の話ではないかもしれません。BNPL の利用率が増えた背景には、先ほどお伝えした通り、オンラインショッピングの利用拡大やクレジットカードが持てない若年層の増加ということだけでなく、クレジットカードのリボ払い、分割払い時に支払わなくてはいけなかった手数料を BNPL では支払う必要がないということがあります。しかし BNPL によって手軽にオンライン決済の分割払いが行えるようになったことから、個人の支払い能力を超えて商品を購入してしまう人も出てきているようです。その結果、支払いが滞り、BNPL 事業者側へ高い遅延損害金を支払うことになる人も出てきているようで、各国では規制の動きも出ているそうです。とはいえ、消費者側にも小売店側にもメリットがあるこの仕組みは、
これからもどんどん伸びていくのは間違いないと思います。先ほど紹介したグローバルでのメインプレイヤーだけでなく、日本にもこれらの企業と比較すると小規模ではありますが、いくつかの事業者が出てきています。例えば NP 後払いを提供するネットプロテクションズやペイディなどがその代表です。他にもメルカリのメルペイスマート払いや ZOZO タウンの付け払いなど、ユーザーの多いサービスでも後払い決済手段の利用が広がってきています。こういった利用実態やグローバルでのトレンドも踏まえ、国内の市場規模は2020年度には8820億円、4年後の2024年度には2倍以上の1兆8800億円を超えると推定されているようです。その一方で、欧米での普及の勢いは日本にはそのまま来ないのではという声も存在しています。というのも、日本と欧米ではクレジットカードの利用実態が異なっているためです。実は欧米ではクレジットカード決済ではリボ払いが一般的で、分割払いの手数料の支払いが多くの消費者にとって悩みの種になっています。BNPL はそんな中で出てきた手数料ゼロで分割払いができるという魅力的な選択肢ですから、どんどん普及していくのも不思議ではありません。一方で日本ではリボ払いをする人は少なく、手数料は払わないのが一般的という感覚がありますので、BNPL 決済のメリットがあまり感じられずに、普及は限定的になるのではないかとも言われているわけです。今回の動画では Buy Now Pay Later 略して BNPL という後払い、分割払い式の新たな決済手段について解説していきました。Amazon の提携話など今後も注目されるであろう BNPL 決済についてなんとなくどういうものなのかお分かりいただけたのではないかと思います。今回の動画は以上となります。またお会いしましょう。それでは。